皆さんこんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。今回の動画は最高詞のアークナイズ実践論脳室編を完全日本語吹き替え版でお届けいたします。日本語吹き替え版を制作するなら OK とコラボ動画の制作を快諾してくれた作者の最高詞に感謝します。それでは早速見ていきましょう。星6自素子としてノーシスのステータスは優秀で攻撃力が高い。素質1は攻撃時に1秒の寒冷を付与し、さらに攻撃範囲内の寒冷状態の敵に一定割合の脆弱状態を付与する。敵が凍結された場合、脆弱状態の効果が倍になる。注意点は脆弱が複数回かかっても高い方のみ計算される。寒冷の効果は敵の攻撃速度マイナス30。寒冷中にもう一度寒冷がかかると凍結になり、術耐性マイナス15、攻撃、移動、スキル使用が不可になる。これまでは第8章以外で味方に寒冷、凍結バフがなかったので、詳しくテストさせてもらった。まず、凍結の持続時間は2回の寒冷バフの後にかかった方の寒冷の持続時間になる。動画内の縦兵を参考にすると分かる通り、攻撃の後に S2 が当たっても、S2 の後に攻撃が当たっても、凍結を食らった縦兵と寒冷を食らった縦兵を見ると、両者のデバフは同時に終了している。さらに、凍結中の敵に寒冷がかかった場合、その寒冷と既存の凍結の持続時間はそれぞれ独立で計算される。例えば動画では S2 による凍結の終了直前に攻撃が当たったが、凍結が終了した後でもしばらく寒冷が残っている。同じく凍結中にさらに凍結がかかった場合、凍結効果はそのまま上書きされる。しかし、ノーシスが凍結中に敵にオーバーチャージの S2 を当てても、寒冷を1回付与した扱いにしかならない。故にテストシーンでは攻撃の後に S2 を当てた。これがギミックかバグかはまだわからない。話を素質1に戻そう。素質による寒冷と脆弱の効果はダメージより先に発生する。つまり、ノーシスの攻撃とスキルには脆弱効果が常にかかるということだ。ノーシスの攻撃間隔は 1.6 秒で、寒冷の持続時間は1秒。同じ敵に攻撃を当て続ける場合、寒冷によって敵の攻撃速度をいい感じに下げられるので、攻撃キャンセルができるオペレーターと連携を取るのも一つの手だ。寒冷中に他のオペレーターを攻撃させることも効果的なダメージアップにつながる。もし他のオペレーターやマップギミックによる寒冷が存在するなら、ノーシスは通常攻撃で凍結を付与できることになる。故にイエラグイベントのほとんどのステージはノーシスにぴったりだ。もちろん攻撃速度を無理やり上げてもそれができるが、実戦における価値は低いだろう。ローグライク2に攻撃速度アップのお宝があれば別の話だが、素質1による脆弱の割合の高さは現時点で全オペレーター中トップで、昇進2では凍結された目標にダメージ 50% アップ、さらに潜在号では 54%、凍結による術耐性低下を合わせるとトップレベルの攻撃バフになる。詳しくはスキル紹介のパートで語ろう。素質2の効果はノーシスが配置された状態で10秒が経った後、カランド貿易メンバー全員にレジストが付与される。今のところイエラグ出身のオペレーターは全員カランド貿易所属となっている。しかしイエラグ出身のタンクは少ないので、テストシーンでは仕方なく我が盟友に助力を仰ごう。レジスト有効時、オペレーターの足元に青いリングが現れることも覚えておこう。レジストは寒冷、凍結、スタンとタルラの灼熱の息吹の持続時間を半減できるので、特定のマップでは強いが、それ以外では何もないのと同じ。陣営バフとしてはまあまあかな。S1 発動後、ノーシスの次回の攻撃ダメージが上昇し、2回連続で攻撃する。2回連続の攻撃で1秒間の凍結を付与することができ、持続時間は短いが敵の攻撃をキャンセルさせるには十分だ。序盤から中盤までスカルシュレッダー以外に相性のいい敵は少なく、終盤近くのボスは大体凍結耐性持ちなので、 S1 の活躍できる場面はとても限られている。しかし特化3でそこそこの倍率に加え 4SP で発動でき、ノーシスの通常攻撃による攻撃速度低下を合わせると、理論上攻撃速度が遅いエリート単位の攻撃を完璧に封じられる。他に素質による脆弱も含めて考えれば S1 は放置流においても活躍できるだろう。それをやらない大多数のプレイヤーは気にしなくていいかな。昇進1からノーシスは S2 を取得する。
スキル発動時、ノーシスは範囲内の全ての敵に数秒間の慣例を1回付与し、攻撃力の一定割合の術ダメージを与える。オーバーチャージだとさらに慣例を1回追加で付与する。CD が短い高回転スキルとして S2 はコントロールとバフに非常に長けており、メインストーリー序盤では敵の特殊攻撃のキャンセルに使えて、ゴースト兵や強化規制隊長をコントロールできる。一方で S2 は数少ない対空可能な範囲コントロールスキルで、通常攻撃後すぐにスキルを発動させるテクニックを活かせば S1 に劣らないほどのキャンセル力を発揮できる。しかし S2 のダメージは微妙で、特に昇進1の段階ではノーシスを配置するとアタッカーを1人削ったことになるので、初心者にとっては使いにくいだろう。もし序盤からノーシスを使いたいなら必ず S2 と相性のいいアタッカーを組み合わせよう。典型的な例はレオンハルト。彼の S2 は瞬発力があり、チャージすれば短いスパンで連続で打てて、オーバーチャージのノーシス S2 と合わせるとダメージ爆上げ。ゲーム序盤のステージをやり過ごすのにもってこいだ。エイヤフィアトラの S2 も同じように使える。補足としてこの2人の S2 は割合での術耐性低下を持っており、割合での術耐性低下は凍結による術耐性低下より先に計算されるので、術耐性が高い敵に対してよりよく活躍できるだろう。物理系のスキルももちろんノーシスと連携が取れる。短時間に高いダメージを与えるタイプであれば脆弱は機能するが、脆弱では物理ダメージの弾かれるラインを上げることはできない。昇進2から素質に合わせた S2 は驚異的なバフ能力を持つようになる。敵を凍結するだけでダメージが 1.5 倍になる。この効果で多くの高回転アタッカーは大化けする。例えばパッセンジャー。彼の S3 とノーシスの相性は非常に良く、さらにパッセンジャーに欠けている術耐性低下は凍結がもたらしてくれる。ただしこの術耐性低下は一定数値の計算なので HP、術耐性ともにバカ高い敵は避けて通ろう。他にも例えばチェンは S2、S3 ともに瞬発力がとても高い。ただ残念なのはほとんどのボスが凍結耐性を持っているので、一番相性のいいチェン S3 ではボス相手にフルパワーを出せない。それと似た感じで W の S3、タチャンカの S2 のような例も割愛しておこう。他に安定にダメージを稼げる奇跡オペレーターもノーシス S2 と相性がいい。回転が速いのでエリート単位が来たら凍結させればいいし、なんならオーバーチャージせずとも良いパフォーマンスをしてくれる。バフの他に S2 は単にコントロールスキルとしても使いやすい。敵の行動を阻止する他に凍結はスタンと同じく飛行兵を撃ち落とすことができ、第9章では役に立つだろう。 SP 回復バフを加えると S2 はアークナイツでトップの範囲コントロールスキルにすらなり得る。故に個人的に特化さんは S2 からがおすすめ。持続時間プラス1秒と消耗 SP-1 で S2 は劇的な変化を遂げる。もちろんこのスキルにも大きな天敵が存在する。それはレジストを持つ敵。それと S2 は特化3の状態で素質と合わせてもダメージはギリギリ使えるレベルで、オーバーチャージしないとダメージは 25% も下がる。とどめを刺すだけの運用なら問題ないけど、エイや S2 のようにメインアタッカーとして使うのは物足りないかな。昇進2からノーシスは S3 を取得する。スキル発動後、ノーシスの攻撃速度が上昇。敵2体を同時攻撃し、攻撃範囲内にいる敵の凍結の効果時間が延長。スキル終了時、凍結中の敵に高い術ダメージを与える。まずはギミックから。S3 発動後、凍結の持続時間はスキル終了時にまで延長され、ノーシスは凍結されていない敵を優先的に攻撃する。そしてスキル終了時は攻撃範囲内の全ての敵の凍結を強制的に解除する。そして敵が凍結したままノーシスの攻撃範囲から離れると、その凍結は離れた瞬間より1秒後に解除される。それと S3 は慣例を延長させないので、敵がレジスト持ちの場合、ノーシスだけでその敵を凍結できなくなる。このスキルはかっこいいけど、昇進にしてすぐの頃は S3 自体のダメージは波レベルといった程度。味方の決戦ではないスキルと合わせて雑魚狩りするのもなんか無駄遣いなので、 S3 が役に立つのは A や S3 のような持続時間が短めの決戦スキルと連携し、凍結耐性を持たないボスや HP が高いエリート単位をゴリ押しで倒す場面だ。ノーシス S3 とスズラン S3 はバフとしてどっちが強いか悩む人は多いだろう。術ダメージだけで言うと、敵が術耐性を持っている場合、ノーシス S3 の方が明らかに優位に立っている。このテストシーンのパトリオットは特殊な例で、彼の術耐性はベースが45、第1段階ではその倍の90になる。そして凍結による術耐性マイナス15は倍になる前に減算するため、実際の術耐性は30も下がることになる。より一般的なケースは超霊騎士のような術耐性はベースだけで70の敵だが、それでも目に見えるほどの差がついている。
故に魔法蒸発チームの構成においても敵は凍結できて、決戦スキルの持続時間も短い方であればノーシスの優位性は絶大なるものだ。物理攻撃の構成においても同じ。しかし必須条件も明らかに存在している。一つは敵が凍結耐性を持たないこと、もう一つはダメージを出すスキルの持続時間が長くないことだ。すると S3、流流チェーン S3 のような決戦スキルだと発動したら20秒以上は続くので、スズラン S3 のような持続時間が長いバフの方がより優れることになる。それにスズラン S3 はほとんどのボスに効くのに対して、スタン耐性を持つボスは大体凍結耐性も持つので、汎用性で言うとスズラン S3 は圧倒的に優位だろう。雑魚敵を集めることもできるしね。ところがノーシスにはよく忘れられているもう一つの強みがある。それは特化さんの S3 自体のダメージが実は低くないことだ。スキル終了時の爆破ダメージだけでも5000を超えていて、並大抵の雑魚敵は一掃できる。必要 SP も40で、ステージ終盤まで余裕で3回ほど使え、大体のステージでは序盤の雑魚狩りを S3 に任せ、手強いエリート隊員は他のオペと協力して倒すといった理想的なペース配分ができる。言い換えればノーシスは単独での作戦能力をある程度持っていると言える。ただ残念なのは第9章は屈折ギミックのせいで術ダメージが全く通らないことだ。それさえなければ個人的に特化さんの優先順位は S3 の方が S2 よりも高くなる。でも注意点として、通常では S3 で敵を凍結させるには2回の攻撃が必要だ。故に雑魚敵が多いステージでは S3 による凍結の効率はさほど高くない。それと S2 と同じく S3 で単体の敵をコントロールしたい場合、ノーシスの通常攻撃の直後にスキルを発動させよう。こうすれば敵を一瞬で凍結させられる。最後に、現在の環境においての凍結チームに関してだが、今のところオーロラとイエラはダメージこそ高いが、両者とも単体攻撃がメイン。前述した通り、スタン耐性を持つボスは大体凍結耐性も持っている。故に凍結チームが強そうに見える動画は第一段階のパトリオットをいじめるものばかりで、実戦における価値はまだ要検証だろう。だがエリート隊員のほとんど、例えばベンデッタ、アイスブレーカー、強化規制隊長、ボンバークラッシャー、シャーマン、巨像やサルカ・ジューズ隊長などは凍結チームの相手としてはもってこいだろう。逆に考えると、キッ契約でエリート隊員にレジストを付与したら全部無駄になるから、実際のパフォーマンスは運営の気分次第だ。まとめて言うと、凍結が制限されなければノーシスは現時点で1、2を争うバフキャラ兼コントロールキャラで、魔法蒸発チームのコアとしても使える。ただし凍結が制限されると、たとえ敵がレジストを持っただけでも彼は補助する側から補助される側に転じてしまうだろう。こういうところはアッシュに似ているかもな。ということで、アークナイツ実践論ノーシス編はここまでです。今後の新オペレーター実践論の吹き替え版は視聴者さんの反響次第と考えています。これからも吹き替え版を制作してほしいと思った方は、ぜひ高評価やコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。